海外旅行って地図とスマホさえあれば自由なのだ。スマホが使えても1秒も警戒を解けないの？料金は合っているか、乗り場はここか、もう一度だけ確認しよう。一度で済まない時点でスマホは自由の道具ではないわ。初めての土地だから少し慎重になっているだけなのだ。甘いわね。彼がしているのは観光ではなく失敗回避作業よ。車は来た。でも表示の番号とこの車の番号は同じだろうか。指定地点も確かめたい。違う車ならその後をどう処理すればいい？乗る前に番号と場所と画面を全部見るのは疲れるのだ。しかも一つ正解しても次の正解は保証されないのよ。目的地を見直す、支払い方法も見る、通信状態も気にしておく。失敗したから警戒するのではないわ。失敗が読めないのよ。日本に着いたのだ。これでさすがに肩の力も抜けるのだ。まだだ。空港からの経路、運賃、切符、乗り場を確かめたい。習慣になった防御は国境を越えた程度では消えないわ。矢印は本当にこの先か。別の改札へ出る可能性はないだろうか。案内板まで疑っていたらいつまでも空港から出られないのだ。ところが入国から約10分後とされる場面で異変が起きる。彼は突然地図を閉じたの。理由を知るには確認の旅を見なさい。まず旅程を通信、移動、決済、目的地確認に分解するわ。旅行の準備というより試験の出題範囲みたいで怖いのだ。便利かどうかではないわ。使える状態までの判断回数が問題よ。通信が通れば地図は見られる。でも登録が済むとは限らない。登録できても決済手段が対応するかは別の確認になる。一つの成功が次の成功条件を減らしてくれない構造ね。でも配車も支払いもスマホで終わるなら便利じゃないのだ。現地の仕組みに入れた人には確かに快適になり得るわ。問題は短期旅行者がその入り口を初見で通れるかどうかよ。本人確認、対応カード、言語、通信設定、入り口がいくつもある。入り口を抜ける前に観光する気力がなくなりそうなのだ。比較するのは技術の派手さではなく結果の予測しやすさよ。押した後に何が起きるか読めるなら人は次へ進めるわ。経路を調べた、料金を見た、支払い方法も確かめたはずだ。それでも乗車地点を見た瞬間、条件が増えたように感じる。ここで再検索、料金確認、決済確認の回数を数えるのよ。ただし数値は採用映像を実測できた場合だけ表示するわ。雰囲気だけで回数を持ったら比較そのものが壊れるのだ。サービス仕様も旅行当時の公式案内と照合する必要がある。地域差や非対応条件を隠せばただの雑な国家比較だわ。スマホが案内役から上司に変わる。その比喩なら許してあげる。現在地はここ、指定された場所は向こう。でも車両表示も見たい。急げば見落とす、止まれば車を逃す。どちらが正解なんだ？動けないんじゃなくて間違えた後が怖いということなのだ。そうだ、間違えた後の処理が読めないから足を止めている。失敗の損失より修正手順が見えないことが人を縛るのよ。車の色、番号、位置、アプリの表示、全部揃うまで乗れない。慎重さが正確ではなく環境へ適応した行動になっていくわ。支払い前に対応方法を確認する。通信表示からも目を離せない。使えると書いてあっても自分の条件で通るかは試すまで不明だ。買い物なのに決済の審査を受ける気分になりそうなのだ。ここで重要なのは実際にエラーが起きたと決めつけないことよ。映像で実害を確認できないなら利用前に確認したとだけ言う。今回は通った。それでも次の店で同じ条件とは限らない。解決しても警戒が減らない。成功が安心へ蓄積されないのね。経路は見つかった。でもこの料金で最後まで行けるだろうか。乗り換え条件や追加の支払いが途中で変わらないだろうか。答えを見つけてもその答えをもう一度疑っているのだ。確認が問題解決ではなく旅の基本姿勢になった証拠だわ。1駅進むたび次の条件を調べる。休む場所が見つからない。休むための旅行で休み方まで検索しているのだ。スマホを閉じれば不安、開けば新しい確認項目。見事な牢獄ね。誤解しないで。中国側の便利な仕組みまで否定する話ではないわ。現地利用者なら配車や決済を1台で完結できる場合もある。仕組みに慣れた人にはむしろ早くて快適ということなのだ。快適な内部と難しい入り口は同時に存在できるのよ。準備が足りなければ便利さを使う前の確認に時間を取られる。だから国家の優劣ではなく旅行者と仕組みの接続を見るの。便利の反対は不便じゃなくて初見では読めないことなのだ。日本へ着いた後の空港アクセスも今のうちに調べておこう。切符の買い方、追加料金、乗り換え、念のためもう一度見る。飛行機に乗っても確認作業だけは置いていけないのだ。警戒は役目を終えても本人の中では終了通知が出ないわ。次も何か見落とすかもしれない。その前提で準備するしかない。そして彼は確認し続ける姿勢のまま日本へ到着するのよ。ここから地獄と聖域が反転するわ。派手な救済は一切ない。矢印は右だが
本当に予定した列車へ続いているのか。運賃表示もある。乗り場番号もある。でもまだ信用はできない。書いてある通りに進めばいいだけじゃないのだ。その普通を疑うほど彼の確認習慣は完成しているのよ。ひとまず矢印に従おう。違っていたらその時に戻ればいい。着いた。表示されていた券売機と乗り場番号がここにある。切符も表示された条件で買えた。では次は何が起きる？何も起きないのだ。普通に列車へ乗れるだけなのだ。その普通が異常なの。警戒に対応する事件が現れないのよ。待ってみよう。追加の確認を求められるかもしれない。一方、日本では案内板は本当に案内をしていたのよ。そんな当然のことでどうして不穏な言い方をするのだ。路線記号、番号、行き先、別々の表示が同じ方向を示すわ。地図を開かなくても次の表示が前の案内を引き継いでいる。案内が途中で孤立せず次の案内につながっているのだ。案内の連続性が再検索という防御行動を減らしていくのよ。一度だけ画面を見よう。いや、今は表示だけでも進めそうだ。信用は宣言で生まれないわ。一致が積み重なって生まれるの。正しい案内が続くほどスマホを見る回数が減るのだ。表示された運賃と実際に支払った金額が同じだった。追加の条件も出ない。確認のために止めていた足を戻せそうだ。料金は料金のまま。それだけで防御が1枚剥がれたわ。値段が書いてある通りなのは普通じゃないのだ。そう思えるあなたは危険なぬるま湯の住人ということよ。次の乗り換えも案内と車内表示が同じ目的地を示している。複数の情報が一致すると一つを疑っても別の表示で確かめられる。予定時刻、乗り換え案内、車内表示、すべて同じ先を指している。完璧だと信じたわけではない。でも次の結果を予想できる。そこを混同してはダメよ。日本で絶対に失敗しない話ではないわ。今回の旅程で次の判断に必要な確認が減ったという話よ。安心は失敗ゼロじゃなくて結果を読めることなのだ。ようやく確信に触れたわね。褒美に現実を見なさい。乗り過ごしても戻り方が想像できる。それなら画面を閉じられる。修正可能だと思えるだけで人は現在の景色へ視線を戻せるわ。もう一度調べる必要はない。次の表示を見れば進めるだろう。ついに地図を閉じたのだ。大声も拍手もないのだ。肩と視線が緩むだけで十分よ。安心は大抵地味なものだわ。スマホをポケットへ入れても行き先が消える気がしない。料金は料金で矢印が矢印のまま。恐ろしい聖域ね。案内通りに行けるだけなのに何が恐ろしいのだ。日本人はその予測可能性へ無自覚に依存しているのよ。便利さに驚いたのではない。疑わなくてよい時間に驚いた。地図を閉じた瞬間、旅は失敗回避作業から旅へ戻ったのね。旅行者を疲れさせたのは失敗の回数だけではないわ。失敗した後の処理が読めないことが負担を膨らませたのよ。戻り方がわからないと一歩目から怖くなるのだ。日本で警戒が緩んだ要因は3つに整理できるわ。案内が次へ続くこと、価格が一致すること、結果を予測できること。どれも派手ではない。でも次の確認を一つずつ不要にした。派手な便利さは行動を早める。予測可能性は警戒を止めるのよ。早く進めることと安心して進めることは別だったのだ。本人の発言がなければこれは番組側の考察として示すわ。ここで中国と日本の国民性へ話を広げるのは三流よ。比べられるのは今回の都市、時期、サービス、準備条件だけ。中国側にも高いデジタル利便性があると忘れないのだ。ただし短期旅行者にはその仕組みへ入る準備が必要だった。自分が慣れていなかった。それだけで説明できる場面もある。特定の店舗や運転手を悪役にする必要もまるでないわ。もう予測できない場所では暮らせないのだ。日本のぬるま湯から出ないのだ。床にしがみつくのだ。安心なさい。あなたは国内でも乗り換えを間違えるわ。環境ではなく最後は僕の能力が問題なの？怖いのだ。聖域があっても住人まで賢くなるわけではないのよ。人を安心させるのは派手な便利さだけではないわ。次に何が起きるか読めること、それが日常の土台なのよ。次は無人販売や公共交通で外国人が戸惑う理由を見るのだ。未確定の題材を断定しないで次回も日本の日常を検証するわ。それじゃあ登録してぬるま湯を守ってほしいのだ。待ちなさい。最後の主導権まで渡すと思ったのかしら。この異常な聖域を観察したい人はチャンネル登録して現実を見なさい。登録して予測できるぬるま湯を守ってほしいのだ。まず自分の乗り換えを守りなさい。次回も現実を見るわよ。